みかんの前あたり、この辺にもフェンスを広さを感じられるっつう形にしたいと思っています。お孫さんが一緒に住むということで、ブランコと砂場、毎日幼稚園から帰ってくると楽しんでるみたいです。はい、ここで憩いができる空間を作りたいなと、パーゴラを作っていきたいと思ってます。奥さんに参加してもらおうかなと思って。憩いとしても今風が通るとこですから、ここで談笑できるというような形は言っておりました。はい。目隠しフェンスを1600ぐらいの立てます。であと900ぐらいのやつを一応縦の格子でポイント的にみかんの前あたり、その辺、この辺とですね、それからあと庭自体結構花が植わってるとこまで敷地なんで、こっちが野菜園になってるんで、このつながりとしてこの辺にもフェンスを、で一応ですね、奥さんが自分で自ら作ったやつにフェンスも一応ブラウンと白っつう色で、だからそうするとこの色合いが点在するっつうことによって、こんだけの敷地を広さを感じられるっつう形にしたいと思っています。じゃあ全部同じデザインでやるってそうです、同じ、ちょっと角を落としますけど、縦のやつで一応考えてます。今日ちょっとあいにく雨なんで車庫を借りまして、ちょっと飾りフェンスがやりたいと思ってるんで、それの木材加工はこの基地内でできますから、今日はそれを作業進めたいと思います。
こもインターを引き直し、この傾斜があるんで、まあこれ立ち水栓をこれ枕木木を取ってこのまんまここにレンガで巻いちゃいます。でそれ以前にこういう形で奥様自分で立ち水栓とかちょっと化粧したり、土決めだけなんで、まあできればこの辺も少し動かないように修正していきたいと思っております。あとお孫さんが一緒に住むということで、ちょっとそのために一応ブランコとそれから砂場、ブランコはこの位置で一番スペース的にこの辺がいいかな。ブランコは何で作られるんですか？単管1本でつなぎでそれで作ります。で単管の中にもうモルタル流し込んであって、ちょっと強度硬くしちゃう。で砂場は1メーター1メーターぐらいで、最終的にもうほら砂使わなくなったら花壇に、まあこっちの円形で花壇になってますので、こっちと同じような円形を設けまして、この平板取ってその位置あれでやっていきます。まあ結構ミーターってこのぐらいなんで。
結構奥さんが活用してるお花を植えてる面積が広いんですよね。だけどやっぱりそれを意識させるために土地がそこにこれと同じようなデザインをできるだけポイントとして奥の方まで入れて、ここの敷地の広さつうのを強調するつう形で飾りフェンスを2つ奥の方につけました。あ、じゃあああいった飾りフェンスつけることでここまでが敷地ですよって分かりやすくする。まあね、そこまで実際に奥様がこうお花を植えたり結構してるんで、サインとしてやはりちょっと奥の方まで同じデザインでつなげれば敷地の広さを感じると思います。させるためにそうしました。でここもですね、一つ立水泉枕木でこうちょっとあったところなんですけども、ここはもう、水手洗いとかなんか作業的というより全体の植物に水が届く形のシンボル的な多子水泉という形で受けは作ってません。でここもちょっとレンガと枕木全部一回据え直してちょっとデザインも変えたりはしましたけど、一番ここが木陰にもなるんで動かないような形のモルタルで据え直したそういう空間にしました。これはもう最初計画っていうかあれはなかったんですけども、お孫さんと今度同居なされるっていう形だったんで、遊具を作らせていただいて毎日幼稚園から帰ってくると乗って遊んでる楽しんでる